テキラダジョンです。今回はナビ VS トンピナイエンパイアの対戦をやっていきたいと思います。トンピナイエンパイアがね、またいいメンバーを組みまして、新しいメンバー結成で、新チーム結成でって感じですかね。クラン自体は前から名前使われてる名前なんですけど、もともとブラジルのクラッシュチャンプスとかにいたね、ループが抜けて、リゴトーレスとアルマリンとかディエゴとかエルタノとかループとかね、かなり常連メンバー、非常にね、強いメンバーで組んでとの対戦になります。早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。いいですね。こういう豪華なメンバーでの対戦を早速見れるのは、エルタノはね、スーサイドラバルとかいろんなことやってた人ですね。さあ、ガクのアタック、リターン型のまずはロイヤルチャンピオンインビジブルのところ。やっぱこれが強いっすね。どこもかしこもこの編成がいろいろ使われてるんじゃないですか、今は。で、いろんな編成で使えるのも強いですよね、これ。まずは対空砲の方にスキップさせることで、これ、クロスボウにもね、しっかりオーラのダメージを入れていく。これ強い。で、ここも大工に行かせるついでに長弾大砲の方がオーラダメージで落ちると。だいぶ削り入れてますね。アイスラバーの方も殴って回収。この形でやるときはね、ヘイスト薬を一緒に合わせていくことが多いかなと。で、クイーン外周来ました。クローク先発進。迫撃カットして、援軍釣りからスタートしていきます。アイスラマもエレクトロタイタンのおかげで援軍が破裂出ませんでしたね。ヒーラー内側行っちゃったけど。10日プラスのクイーンを外周部。ゴーレム追加のエレクトロタイタン編成真ん中突っ込みみたいな。16の最後にね、エレクトロタイタン編成だいぶ流行ったんですけど、なんかね、それにプラスアルファでこのタイタンブーツが組み合わされたみたいな感じかな。フォームがあるからね、この編成ね。うわ、なんかすごい勢いでロイヤルチャンピオン出てきた。ヘイスト薬の残りがで、なんか、走ってきましたね、ダッシュで。さあ、こうなるとタウンホールの取り方なかなか大変そうですが、キングが穴を開けてくれました。まず1枚目。ジャンプでバルキリーたちが集まってきます。タウンホールの方も当然フリーズをかけつつ、外周部はロイヤルチャンピオンプラスのクイーンとか兵士やキングも合流しましたね。中央もすごい軍隊がタウンホールに襲いかかる。単体火力で言うとやっぱ昔、どうだろうね。爆破もないし、全然突破できちゃいますね。で、ヤクが生きてることでここも壁のダメージ入って、貫通。だってヒーローいないぜ、このタウンホール去ってる方。ウォーデンぐらいしかいなかったよ、ヒーロー。それでタウンホール落とせちゃうんだよね、ユニットだけで。陸のユニットだけで、あの感じでレイジもなしに落とせるの結構やばいよ。レイジジェム乗ってるか。とはいえだよね。さあ、対戦相手、スパネク編成。5型が基本ですが、5ですね。さあ、10日兵舎に切り替えて、まずはバルーン。そしたらクイーンかな。ウォーデンでした。そうだね。モデヒだね。どう考えてもモデヒだろ、それは。さあ、ここファイヤーボールドッカン入れていきます。いいですね。かなりに、広範囲にダメージが入ってきました。エアスイーパーがこういう向きで吹いてるんですけど、この出し方をすると上から行くのか？ね、上から行くならね、いつでも出して良さそうだけど。ヒーラーは逆風になりますね。いいホーミングチェック。さあ、見習いウォーデン追加、バルキリ追加。火力高いよ。いいね、ガゴプリ。防衛ガゴプリが結構ダメージ入ったところ、ここはフリーズが入ります。さらにウォールブレーカー。これで開けていくと。で、外周部はクイーンとか兵舎、さっきと似たようなか。だいぶ外周部効くね、これ。いやー、ロケバル。なんだ今の。ゴブリンかなんかに釣られて、ストライカーかな。ストライカーに釣られて、だいぶ走っちゃいましたね。でもこいつが、龍炎砲が外周部の10日兵舎へ焼いて、ペッカもだいぶ溶けてるし、いいボム入ったんじゃない？どう？ファイヤーボール撃ってるから、ドームもないところ。さあ、ここキング。なんかタウンホール、HP 低いな。で、爆破も入らない。さあ、裏からロイヤルチャンピオン、タイタン型。またタイタンつっちゃった。エレクトロブーツ型。
で、スケルトンの呪文をモノリスのところ、大体リクスケあるもんね、こういうところ。ほら、あった。タイタンが刺さる。また行っちゃった、タイタン。エレクトロブーツぶっ刺さりっすね。中央、クイーン延命の方はインビジブルできず。クイーンじゃないよ。何に打ったんだ、じゃあ。何かに打ったインビジブル。クイーンとオーデン当たってたんかな。普通の使い方のエレクトロブーツも強いんだよね。この裏外周のエレクトロブーツも強い。最近僕もなんか、エレクトロブーツ型のロイちゃんをなんか普通の今まで通りの使い方してるんですけど、結構強くてそれが。強いなーって思ってます。オーデン、アングリジェリーか。やったーくん、アングリジェリー型でまずは防衛施設から殴らせに行く。のスーパーバーバリアン編成ですね。面白い。で、反対3時の方にはシューター置き。ここも超団体砲へし折っていくスタイル。いいね。迫撃砲にもシューターの燃焼ダメージ入ってるからダメージ結構抑えられそう。で、いいホーミングチェック割るんじゃない？だいぶ見えてるよ。奥まで。迫撃削れる。さあ、中央へファイヤーボール。モノリスクランジョ、インフェルノを追っていく。いい削りですね。これはかなりいい削り。で、アーチャーとかもちょくちょく足して、まあ、確定数とか変わるかもね、ウォーデンの。削りをどんどん入れていけば。で、3時の方もシューター綺麗に入って、投石のところもね、打ち続けることできそうですね、これ。で、あとはウォーデン動いた方向に合わせるみたいなイメージなのかな。さあ、ここでキング使っていって、反対サイド、クイーン、ゴーレムと、ウォールブレーカー繋いで、そっちから行くのね。シューターで外周部に、だいぶ防衛施設も削れてるところ。火力的にもだいぶ抑えられたところ。すんごい距離届くね、それ。このアーチャーもね、レイジに乗りながら、この1体のアーチャー相当仕事してるよね。偉い。6時、いいね。スーパーバーバリアン。ここは、巨爆とかも見えますが、テスラを合わせつつ、まあ、シューターもだいぶ削りを入れてくれた三軸角、キングの方とクイーンの方が向かっていきます。まあ、そろそろ能力使いどころですね。いいね。このクエイクサッカーでタウンホール8割、7割ぐらい削れてるよね、これ。で、クイーンの方も能力解放からの裏スーパーバーバリアン一斉だし、ロイヤルチャンピオンも解放しつつ、かなりいい展開。マルチアチャとはちょっと残っちゃったんだけど、呪文もたくさんありますね。スーパーバーバリアンもいるし。いや、これかなりいいアタックじゃないですか。綺麗なアタック。ガーサス。ガゴも7体残ってる。個人的にはとってもいいアタックだったなと思いますね。サルップ。ファイボロケバルですね。シューター、チェックもせずにポーンと置いていきます。で、12時の方をロケバルガーゴイル。なんかもう、ババ1ぐらい出したくない？なんか、義務みたいな、もう、なんか、どうせないの分かってたとしても。さあ、ここはレイジはかけていきますが、そんなに綺麗には乗ってなかったか。これで動いて乗っていく。うん。美味しいんか、これ。まあ、長弾があったんかな、回収。何があったっけ、そこ。アングリージェリ型のおでひもいいっすよね。さあ、ここで中央揺らして誘導していきます。クランジョー込み。だいぶ削れていく。さあ、3時の方は削りが終わって、クイーン外周部展開。こういうところもさ、ちょっとシューターの跡地の施設、スパガゴを使うならちょっともったいないよね。さあ、ヒーロー固まった30円のところ、こちらもアイゴレプラスのキングクイーン展開していきます。いいね。強い。強いね。で、オーデンの方、レイジのけて、タウンホールだいぶ回復しましたね。
オデヒーレ、タウンホール見に行く。反対サイド、ロイヤルチャンピオン、ブーメランロケットスピア先に投げてますね。ロケットスピア型でも、ここは、エレクトロブーツ採用と。まあ、パッシブ強いからな、回復とかついてて。で、裏はロケバル回収だけど、まだ13体いますね、そういえば。こっからまだそんなにロケバルにいるのか。さあ、もう、全出しして、空に対応する防衛施設をへし折って終わりですね。強い。なんか、これハードモードなんだよね。ハードモードだよね。ハードモード感ないね。お互いに。強いわ。さあ、カズマくん、ドララ、来ましたね。この、スキル型。これもね、流行ってる編成の一つですね。エレクトロブーツドラゴンラッシュという。さあ、まずはアングリージェリーつけたキングをくじ展開して、くじ内側へ誘導しようという形。で、スーパーバーバリアンカットも入れて、お、久々じゃない。ガントレットキング来た。タウンホールを見に行くのか。なるほど。中央突破ね、このロイちゃんの目的は。12時の方を突イエティで削りまして、くじをキング。で、タウンホールに向けてロイヤルチャンピオン合わせのインビジブル。クイーンも伸びてますね。まだ6枚ありますよ。さあ、ここ削りかけたところ、しっかりね、オーラダメージだけで落とせるということで。インビジブルいいね。そのインドラちょっと強いな。うわうまー、それ。レイジターンもこれ飛びまして。中央全滅か、これで。まだ行く。まだ行く、まだ行く。まだ一発ありますよ。そうですよね。ずらして、オーラダメージを、この龍炎砲に入れるだけで落としていくと。いや、削りすぎだろ、これ。しかもフェニックス型。シングル IT もそれオーラで落ちるな、じゃあ。落ちましたね。強っ。そしてラバルーン登場。これ、確かに呪文のない時にこれ強いな。強これ。これ防衛側もさ、ライブの時、ちょっとこれ、ガゴプリされないんだけど。されたわ。よく。範囲はこんな感じと。ラバルーン採用、いいね。もうこれだって時間だけだもんな、懸念要素。ドラゴンの残り量はえぐいもん。しっかりこれね、ウィズ島がターゲット取ったの見て、ガーゴイル追加、ドラゴンライダー3体回ってきます。ドラゴンたちもやってまいりまして、ここに対してレイジフリーズ合わせの、強い。圧倒的すぎる。ナイス展開ですね。さあ、相手は2本目のスパネク。さあ、ファイヤーボルトカーン。いく。削り量がすごい。もう十分だもんね、こんな削ってくれたら。オルマーリンも世界大会出場経験者の一人ですね。いいベビドラだね、それ。さあ、ここ、スパネクの方を展開して、ウォーデン引っ張っていく6時側もベビドラも使って、だいぶ綺麗に削ることができてます。で、ここ真ん中、ジャンプインですね、ウォールブレーカーではなく。ここウォールブレーカーじゃないんだ、なんでや。ウォールブレーカーで奥にジャンプじゃダメなんここ。ウォールブレーカー忘れた説ワンチャンキングの穴開けここで使うからいらんやろ説っていうプラン
ああ、いいっすね。12時エレクトロブーツロイヤルチャンピオン、リクスケ出てきたところだったんですけど、一瞬で突破ができてます。で、火力の高いところはフリーズ。レイジフリーズが2発ずつ。1発だね、レイジは。おお、こういう使い方するのね。キングギリギリまで貯めましたが、ここで解放して、ロイヤルチャンピオンも本体と合流しつつ最終へ。回収部細かいユニットとか使ってサポート入れてますね、ジャイとか。が、ここもインフェルノのところ貫通届きまして、強ー。タイタン強いな。オーラか。エレクトロブーツ強いな。さあ、ホッサンもさっきのカズマくんと同じく14体も積んだドラゴンのインビジブル編成。キング外しですね。しっかりインビジブル決めていって、ボックスに引き継ぎ。誘導かけていきました、まずは。うん。ちょっとボックス溶けかけてるんで、怖いところでしたが、ここもかけていく。トルネードだるいフォックスがここで溶けまして、ああ戻っていく。うわー、結構だるいぞ、これ。巨爆もあるし。結構しんどいんですけど、ここいいインビジブルな、それ。いやー、素晴らしい。宝石殴りながら、うわー、そこも隠して、オーラダメージしっかり削っていく。うまい。あとは、アイゴレ処理。とはいえだよな。こっからむずいぞ。まあ、シンプルですね。そこから行くよね。ドシンプルの場合は。いい集まり方。まだ打たないトムは。ここでトムってきます。投石入るタイミング。中心部のね、このトラップたちも見えるタイミング。モノリスかかるようなレイジを置いて、ドラゴンが援軍からも来ております。最後はフリーズ。これはもうドラゴンに任せて OK そう。マルチロイちゃんも一瞬の突破。あとは、でもそうか。ガゴプリの能力もまだ残ってますね。ロークもある。ドラゴンの残り方すごいな。まあ、14体編成っていうかなり多めのあれではあるけど。いい角度。このタイミングでもしっかりいい角度での能力を発揮ましたね。いい全開かなと思います。ナイス。さあ、オルマリ。いや、オルマリじゃないや、リゴ。スパネコ多いっすね。3本目かな。さあ、ファイヤーボールドッカン入れて。多いな、これ。さあ、ここはもう、さらっと進めて。バルーンとか行って通した方が良さそうやけど。反対9時からクイーン展開。次は出したいな、でも。
うん。ね。クッション的な意味合いでも欲しいもんな。クイーンカットが間に合ってしっかり内が綺麗なカットですね。援軍はアイゴレ。安いプラスのタウンホールがスパネクに降り注ぐんですけど、あんま効いてる感じに見えないですね。ギガボムも入って、ロイヤルチャンピオン追加。まあ、爆破が入らないってやっぱあれだよな。陸の編成からするとすごい楽だよな。ヒーローはもうロイヤルチャンピオンとクイーン以外は落ちたんですね、中央部。さあ、ロイちゃんの方はここはロケットスピア型ですね。この使い方そうなんだ。割とホグと合わせることが多そうな使い方かなとは思ったんですけど、ロングショット入れていって、ここで捕まりますが、インビジブルで延命。解けてますからね、フォックスの方も。これワンチャンあるか？ここ解ければ。ロイちゃんへダメージが思ったより入らない。いや、これ強いね。ヒーラーついてるし、第1クロスの方が落とせない。まあ、落としたところでなんだけど。ナイス。対戦相手だけど、ナイス展開。クラウス。リターン型。そうよな、こういう時クロスボウに向けるべきだよな。テスラ巻き込んで、クロスボウ打ちだもんな。さあ、ここもインビジブル。で、その隙にもう9時に10日兵士置かれてますね。さあ、援軍来たぞ。ここでリターン回収していく。援軍釣りもさせていったとうまいね。しっかりポイズン置いていく。さあ、スタート。レイジジェムもこれクイーン入りますからね。うまいね。ストライカーがクイーン入って、ちょっとクイーンの HP 持ってかれかけたけど、なんとか耐えてる。ロイヤルチャンピオン能力残った状況で、ここリターン型解いて、外周部咲いて、中央はトム。ロイちゃんはどうだこれ。さあ、ここで能力解放。いやー、どうだこれ。マルチアーチャータワー結構しんどいか？ロイちゃん延命しますが落ちる！ちょっとそれ痛いな。で、キングの方もこれフリーで打たれてますね。ガーゴイルプリンス。ガゴプリ強い。ちょっと渋いか？どうだ？タウンホールはなんとか突破できそう。外周部はジャイネクロのみ。やっぱ空飛んでる上にターゲットがキングから入ってるんで、キング竹だったんでね、今の。ちょっとしんどいっすね。外周対空砲がまだあって、空ユニット出せない。音死んだ。おぉ、復活した。スーパーバーバリアンもありますが、これ、回線切れたわけではない。回収を3時から入れていきまして、破壊率を稼いでいくと。ちょっとロイちゃんだったり溶けちゃいましたね。ルート作ってるためのロイちゃん咲いて真ん中貫通っていうプランかな。さあ、ラストアタックエルタのリターン型のルートライダー。これはロイちゃんなのかな？今みたいな感じでルート作るのかな？もうルートライダーとかね、こういう編成ですらこの初手でまずはロイちゃんで削りましょうやっていうパートから入るからね。いいインビジブルだね。もう壊れかけのクロスボウをね、最後まで処理する必要ないですからね。
で、イエティカットも入りまして、ここでリターン。素晴らしいタイミング。いいイエティも入りましたね、これは。もう、価格が6時側のサイドカット、防衛施設殴ってくれる。ね、いいっすね。さあここからアイゴレ先頭にルートライダーパートスタート、ロイヤルチャンピオン9時展開を始めています。クイーンはそうだよね。キングそういう出し方したなら内側入れよ、クイーンみたいな使い方。ああ、そうだよね。で、ウォールブレーカーで繋いでいく。わかってるね。クイーンの抜け道作って、あとは、いいタイミング出てそう。いいタイミングだね、それ。クイーンもロイちゃんも全部入る。いいと思う。で、上が防衛クイーンがちょっとキング頑張って殴ってくれてはいたんだけどって感じ。で、オーバーグローをレイジターのところかけまして、さあ、ルートライダー貫通できるかどうか。下がなんか捕まったかな、今。スーパーバーバリアンテスラにもしっかり当てつつ、消化から出たバルキリーもまだ追加でいる。キングはフェニックス型なのでまだ頑張る。穴開きました。貫通していく。強い。あとはオーバーグロー残したところが残ってるんですけど、どうでしょう。イエルチャンピオン、ホグがまだ残ってた。でも、だいぶダメージ入るんだね。ダン水とあたり。ホグは結構消えてくれてはいるんだけど。ロイちゃん止まんないっすね。で、このロイちゃん強いな。ルーツホグと初手の削り強いね。はい、というわけでね、終わりまして、14対15ということでね、ちょっと接戦であったんですが、対戦相手はパーフェクトを取ることができて、敗北と。うまかったですね、相手も。こっちもね、非常にいいアタック。やっぱエレクトロブーツ使われてないやつあったないか、もはや。全部エレブー記憶をたどればそんな感じな気がするんですけど。圧倒的すぎる採用率かなとは思います、現環境。もうね、ファイヤーボールとね、同じような感じで、もう、そのギアが戦術として使われるみたいな感じだもん。影響力が激しい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。17入ってね、初のなんかガチ戦みたいな感覚だけど、強い相手と強い対戦をするみたいな。負けてはしまいましたが、17始まったばっかでいい対戦になったんじゃないかなと思います。というわけでこんな感じで終わりましょう。チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。